こんにちは、ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は、アメリカモータースポーツ界の歴史的分断と、ジェフ・クロスノフ最後のレースとなった1996年カートトロント戦の大事故について解説するぜ。このチャンネルではできる限り、3D の再現 VTR を使って、当時の状況をわかりやすくお伝えしています。ゆっくりしていってね。分断で有名なのってフサホカ戦争よね。代表同士の権力争いで F1 界がうっかり二分されそうになったっていう。1981年頃だな。レースがボイコットされたりで影響は大きかったが、分断自体はなんとか回避できてよかったな。分断されて別団体になったら、今のフェラーリとマクラーレンのバトルなんかも見られないところだったな。嫌すぎる。分断といえばアメリカでは世界三大レースの一つ、インディ500を中心に据えた北米リーグ戦、カートが人気だったんだ。それこそ F1 並みの人気だった。そっちはなんと、色々あって結局1996年、分断まで行ってしまった。二分されちゃったの？ファンはどっちを見に行けばいいのよ。そうなるよな。そして、その分断で大混乱していた1996年のカートで起こった事故の犠牲者が、ジェフ・クロスノフ選手だった。分断の詳しい状況と一緒に、これから解説するぜ。頼むわね。ジェフはアメリカ合衆国、オクラホマ州の出身だ。小さい頃によく隣のテキサス州で開催された F1 のアメリカ西グランプリを観戦し、レーサーを夢見たという。本格的にレース活動を始めたのは19歳、大学生の頃。ジム・ラッセルレーシングスクールに通い、小さいフォーミュラレースから参戦し始めた。その1983年なんと、フォーミュラフォードで総合2位。いきなりジル・ビルヌーブルーキーアワードを獲得し才能を見せつけた。以降も北米のフォーミュラカーレースでどんどんステップアップを果たしていく。ジェフの夢は F1 レーサーになっていた。F1 の夢、叶ってほしいわね。ところが1987年末、次のチームが決まらずジェフはキャリアアップに苦しんでいた。1988年、ジェフはなんとピックアップトラックでレースしていた。一応、日産のワークスドライバー待遇だ。しかし F1 のシート獲得には繋がりそうになかった。苦しい年ね。走る場所があるだけマシだけど、ここで活躍しても F1 のチームには拾ってもらえなさそうよね。まあでもハンドル握ったら誰より速く走りたいのがレーサーだからな。大活躍して総合2位だったぜ。ここでジェフはチャンスを得る。1988年秋、24歳の時に来日。フォーミュラマシンを試走し腕を見せる機会があったんだ。フォーミュラカーは1年のブランクがあった。しかも F3 マシンと聞いていってみれば、全日本 F3000 というよくわからないが日本独自のカテゴリーのマシンだという。日本最高峰の全日本 F3000 レースといっても北米ではさすがにメジャーじゃないのね。しかしジェフにとっては全く問題ではなかった。初めて乗る全日本 F3000 マシンで驚くべきタイムを出した。これは、みんな放っておかないわね。ジェフはスピードスターレーシングのオファーを受諾。全日本 F3000 選手権のフル参戦が決定し、ここからなんと8年間にわたるジェフの日本での生活が始まった。北米レーサーが日本で戦うのは珍しく、ジェフにとって日本は全く未知の世界だった。普通北米レーサーはそのまま北米で戦うか、ヨーロッパへ行くからな。ジェフは日本のモータースポーツの盛り上がりに感動。大歓迎を受け、すっかり居心地が良くなったんだ。それもそのはず、当時はまさに空前絶後の F1 大ブームの真っ只中。ジェフはたまたま一番いい時に日本へやってきたんだ。ジェフはスピードスターレーシングで2年間走った。ナンバーワンドライバーは長谷見正宏だったため、チームのセカンドドライバーだった。1988年は最終鈴鹿戦のみエントリーし13位完走。1989年はフルエントリー。着実に力をつけていき総合12位。最終鈴鹿戦では3位で初めて表彰台に上っている。1990年はサンテックレーシングチームへ移籍。ここでジェフは、イタリア人のマウロ・マルティニと出会いチームを組む。二人はチームの拠点である山梨県で生活を共にするうちに生涯無二の親友関係となった。私生活だけではなくレースにおいてもマルティニの影響は大きかった。1990年、全日本 F3000 選手権は総合7位。マルティニと組んで市販車レースである全日本ツーリングカー選手権にもフル参戦しミネサーキットでは3位表彰台を獲得。続く1991年も挑戦が続いた。全日本 F3000 は総合14位と振るわなかったがやはりマルティニと組んでルマン24時間に初出場する。世界三大レースの、あのルマンに、チームに資金力があっていろんなことがやれた時代ね。レースは中盤でマシントラブル、リタイアとなった。マルティニと通年チームメイトだったのはこの2年間だけだが、以降も2人の関係は続いた。その後、
ジェフは1995年まで全日本 F3000 で戦い続けるが1990年の総合7位を超える成績は出せなかった。最高は2位。あと一歩で優勝に届かなかった。でも日本最高峰のフォーミュラカーレースで2位は十分すごいわよ。そうだな。走りはいつも鋭く、時々いい結果もついてきた。その代表がルマンだ。1994年にも出場したんだ。再挑戦するチャンスがあったのね。メンバーはおなじみジェフ、マルテニ、そしてローランド・ラッツェンバーガーだ。ラッツェンさん ?1994 年って、ああ。1994年4月、ルマンの2ヶ月前のことだ。サンマリノグランプリの大事故があって、ラッツェンバーガー、アイルトン・セナは世を去った。急遽代役でエディ・アーバインが起用され、3人はルマンに出た。ガレージにはラッツェンのヘルメットが常に置かれ、チームを見守ったという。チームはワークス体制ではないがトヨタの代表チームだ。トヨタ渾身の 94CV で懸命に走った。94CV は550馬力でライバルより飛び抜けていた。しかし唯一超えるのがポルシェ 962LM。なんと650馬力。実際のレースも2台の熱いトップ争いが続いた。ただトヨタ車は故障知らずだった。ライバル車は大なり小なりのマシントラブルを起こし、それを解決しながら走る。総合的にトヨタ車は速かった。残り1時間強でポルシェと9分差の圧倒的トップ。トヨタのルマン24時間レース初制覇の偉業が、あとほんの少しのところまで来ていた。ジェフ選手すごい、マルテニ選手もアーバイン選手も、トヨタ車もすごい。しかしここでまさかのトラブル。ギア変速の部品が壊れてしまったんだ。マシンは止まってしまい、リタイアがよぎった。レース怖すぎる、トップが、ここまで来てリタイア？ここでジェフが誰もできないことをやってのけた。ギア機構に腕を突っ込み、応急処置を施したようだ。なんとマシンは無事、再始動。なんとかピットに変えることができ、2位で表彰台に上った。悔しいが誇らしい2位だった。そして1995年の末、すっかりバブルが弾けてかつてのような盛り上がりが薄れてきた頃、ジェフはいよいよ日本の地を後にする。北米の地に帰る時が来たのね。ああ。ジェフは1996年、北米最大のリーグ戦カートへのフル参戦が決まった。カートって今もあるの？なんか聞かないんですけど。現在ではもう団体が潰れてなくなったな。ここで少し北米フォーミュラカーレースの歴史を解説するぜ。昔はカートの一本で北米レースはまとまっていたんだ。そのカートのレース群の中でも特にインディ500は40万人も50万人も集まる世界最大規模のレースだった。ところが1994年、その目玉であるインディ500のオーナー、トニー・ジョージ率いるインディアナポリスモータースピードウェイがカートからの離反を発表したんだ。アメリカのレースの醍醐味であるオーバルコースの減少、それに伴い F1 と差別化されないことで北米の有料ドライバーが F1 へ流出していることをトニー・ジョージは危惧したんだ。カートを運営するカートとインディ500を運営するインディアナポリスモータースピードウェイは何度も交渉の機会を持ったが、1996年にとうとう決裂。F1 のようなテクニカルコースが多いカート、ほとんどがオーバルコースでインディ500も抱えるインディレーシングリーグの2つになった。世界三大レースの一つ、インディ500を奪われたカートが不利っぽいわねなんとなく。ところが両者は拮抗した。チームペンスキーなどの有力チームやホンダ、トヨタといった大メーカーはカートに残り続けたからな。転機は2002年頃だ。インディアナポリスモータースピードウェイは運営会社名をインディレーシングリーグとし、シリーズ名をインディカーシリーズに変更した。聞いたことあるわ。これ今の名前よね？一方カートは開発期間を無視した無理なエンジン仕様の変更など、参加チームを振り回す強引な運営が目立ち離反者が出始める。2002年末にはエンジンサプライヤーのホンダ、トヨタがカートを離れインディーカーシリーズの方に合流。2003年にはスポンサー離れまで始まってしまい、運営会社としてのカートは経営難で2003年12月にとうとう自己破産に陥った。運営会社として、レース群としてのカートはチャンプカーワールドシリーズに名を変え、新設された団体、オープンホイールレーシングシリーズが引き継ぐことで生き残った。2団体で別リーグが開催される状態は、カートがなくなっても続いたのね。ところが旧カート側にはもう集客力も求心力もなかった。最後、2008年にとうとう旧カート側のレースはインディーカーシリーズに統合、というか吸収された。そこまで進んでもなお旧カート側の立場を取った者もいた。分断の首謀者であるトニー・ジョージの覇権主義的な方針に最後まで納得できなかったんだ。フォーサイスレーシングやエンジンサプライヤーのコスワースは、インディーカーシリーズに合流することなく、かといって行き場もないため北米レースから完全撤退した。仕方なくカートを捨ててインディーカーシリーズに行った人、最後まで行かなかった人、いろいろあったのね。ああ。
結局トニー・ジョージはここまでやって全てを手中に収めた後、2009年に兄弟や肉親の手によりインディアナポリス CEO を降ろされた。このトニー・ジョージに始まりトニー・ジョージで終わったゴタゴタの内紛劇によって北米モータースポーツの人気は急落。大失策とか自滅とか最悪の自己破壊とか言われているな。ちなみに2011年にインディーレーシングリーグはインディーカーに組織名を改名し、その状況が今日まで続いているぜ。話を戻そう。ジェフが北米に戻った1996年はカートが分裂した後の最初の年だったわけだ。ジェフ選手はカートとインディーレーシングリーグ、どっちに参戦したの？カートの方だ。さすがに分裂初年、インディーレーシングリーグはインディー500があってなんとか人気を保っている状態だ。チームの顔ぶれやここのレースはカートの方が充実していた。というかカートを選んだのはジェフだけの意思ではなかった。この年、なんとトヨタはカートに初挑戦。そのドライバーにジェフが選ばれ、トヨタと一緒に北米に乗り込んだんだ。デビューのドライバーに抜擢とか、すごい、きっとルマンでトヨタ車乗って2位取った功績が評価されたのね。ジェフはこのカート参戦1年目、かつてないほど苦戦する。さすがにデビューマシンはトラブルが多く、最初の4戦目まで全てリタイアで完走できない。マシンを少しずつ手こ入れし、5戦目以降ようやく後ろの方で完走できるようになってきた。1年目じゃさすがのトヨタエンジンでもトラブル出るのね。そんな状況で、とうとうその事故は発生してしまう。1996年7月14日、第11戦目カナダのトロント戦でのことだ。現在、ストレートを走行中。もうすぐ事故現場の第3ターンだ。95周のレースの92周目。終盤での出来事。ジェフ、前のステファン・ヨハンソンのイン側につく。抜く気だ。そこでステファンも右へ。ジェフは壁、柱に衝突。集団はコーナーを曲がれずエスケープゾーンへ突っ込む。マシンがめちゃくちゃに壊れてる。ああ。支柱にぶつかってしまったからな。支柱がなければコーナーの広いところまで飛び出して、まだマシだった可能性はあるな。結局、ステファンも、ジェフも、同じ動きをしてしまったのが原因だ。ステファン・ヨハンソンはエマーソン・フィッチパルディを、ジェフはステファン・ヨハンソンをかわそうとイン側に出てぶつかった。ジェフは衝突時、運悪くマシンが浮いてしまったんだ。しかも、その先には支柱があった。二重に抜こうとして、ぶつかって浮いて、支柱があって、不運が重なってしまったのね。また、犠牲者はジェフ・クロスノフ一人ではなかった。現場にいた44歳の係員が巻き添えになって亡くなっている。支柱にぶつかった後、マシンは2つに割れた。ノーズ部は前に見た通り、コースのエスケープゾーンへ。ジェフのいるコックピット部は支柱で速度が相殺され、後続車に当たって止まった。ジェフは、無事だったの？助からなかった。頭部に致命傷を負っていた。治療する余地もなかったようだ。後続車が止まってるな。レースはもちろん、ここで中止だ。続く第12戦ミシガン。二人の追悼が行われた。アメリカとカナダの半旗が掲げられ、数名のドライバーはジェフの座右の銘、ステイハングリーのシールを貼り走った。ジェフ選手と係員の方、どうか安らかに。親友のマウロ・マルティニはジェフの事故を最も悲しんだ人間の一人だ。マルティニはあまりのショックで、翌1997年に全日本 F3000 で1レース走ったっきり、なんとレースから引退してしまった。以上、今回はアメリカモータースポーツ界の歴史的分断と、ジェフ・クロスノフ最後のレースとなった1996年カートトロント戦の大事故について解説させてもらったぜ。最後まで、ご視聴ありがとうございました。これからもモータースポーツを中心に 3D の再現 VTR 付きで解説していくので、よかったらチャンネル登録と高評価をお願いいたします。また見てね。